部としても初コラボですよね。後半戦をこれからやらせていただくわけですけれども、この中で一番年上やで。あなたは誰ですか？どうもエイブルです。そしてなにわ男子です。よろしくお願いします。後半戦をこれからやらせていただくわけですけれども、A グループから見たなにわ男子のあるあるをちょっと発表して。いや結構言ってくれてたからね。そう、めちゃめちゃ嬉しかった。10個以上出してくれてたから。出してくれてた。出してくれると思ってんの。だからこんだけさ突っ込んでくれるの嬉しい。やっぱりうるさい。なあ、おい待ってよ、俺ら結構突っ込んでるのにうるさいよ。俺らはいや、まあすごい分かりやすいやつからね。大橋とジョーの声がすげえ聞こえる。確かにな。確かに。それや。笑い方キモ。笑い方キモ。逆に僕らこれ普通なんですよ。慣れてるから。これが普通や。これジョーっすね。ジョー関西来たらうるさい。いや、よりうるさなるやん、関西来たら永遠。それどういうボケをしてるんですか？もうしょうもない。だから店員さん来てもボケ続けるから。そうや。すごいな。嫌やな。だるいやろ。だるいね。あの時でもあれボケもあったけど、ガチで俺は正座に切れてたのよ。焼肉食べに行くって言ったのに、いいんだよ行くなって言ったら、名古屋ぐらいでおにぎり2つぐらい食べ出して「いやお前今から焼肉行くのになんで食べるんですか?」「ええやん」っつって「いや今から焼肉行くやん」っつってずっと喧嘩。それで名古屋から俺だからさ、2時間半ぐらいあるわけやんか、東京大阪間。ちょっと寝たかって、隣おるやんか。2時間半一睡もできへんからずっと喋ってたよ。可愛い隣り合わせなんや。そう、ほんまに隣で帰ってそう、だから俺とジョーはもう2時間半喋ったやんか。飯行ってからさ、もうなんかあんま喋ることないねん、俺とジョー。喋りすぎて。じゃあ俺行こうかな。小島行きます。誰かがめっちゃ喋るとき、誰かそんなに喋らへん。さすがやわ。すごいわ。できへんもんな、俺ら。できん。バーって飛ばんもんな。みんなこれやっちゃう。それなんなん？それなんなん？だから言わんでいい。じゃあこれ、流星君の話なんですけど、誕生日の時、文じゃなくて写真に手書きでメッセージ。うわー、やってたよな。ただただおめでとうとかじゃなくて、なんか昔2人でツーショット撮らせてもらった時のやつにその携帯でメッセージ書いて送ってくれるみたいな、めっちゃ嬉しかったですね。一時期でもやってなかった、俺も。いや、くれてた。な。でたまにそういうのブログで上げてくれんねんな、おりちゃんが編集したやつをな。覚えてくれてんねや。嬉しい。俺もちょっと引き続き嬉しいあるある。ジョー君めっちゃチェックしてくれてる。いや、めっちゃ嬉しい。これめっちゃ嬉しいよな。言ってますよ。テレビ出てる？全部知ってくれてますよ。しかも結構細かい情報までやろ。そう。何が？なんでそれ喧嘩腰やねん、急に。全然知らん。恥ずかしいなってんの？嬉しいですよ。何が？何が？さっきうなぎの話して飲んでないから。いやそう細かいよね、詳細が。なんかこうね、こうニュースに出てくるわけですよ。誰々がこれで決まりましたとか、ドラマとか、スロイジ終わりましたとか、そういうの。終わった方の情報出すのよ。2人でやったやつ DIY。知らん犬とね。それは嬉しい。確かにね。マジで嬉しいです。これあるあるというか、そうなんやろなっていうあれなんですけど、何やだしね、グループメールめっちゃ動いてそう。なんかそのイメージあるかも。なんかこうみんなで報告、近況とかこれしてるよみたいなのがすごい動いてそうなイメージがある。最近何動いたやろ？そんな動いてないんじゃん。ちょっと前やったら、まあ誰かがドラマとかあったら見てて、うわキスシーンとかあったらこんなんとか、あ、写真撮ってみたいな。そう写真撮って見てるでとかあったよね。あと俺はそのグループメールプラスなんかこうめちゃくちゃ辛い時笑いたいやんか、絶対に笑えるフォルダっていうのを作ってて。仲良い。そう、ほぼほぼ
発寸の動画大丈夫ですそれは動いたのグループメール言っていいメンバーにも初めて言うけど、これ12日から13日になるタイミング、最年少が22歳誕生日を迎えたらメンバーからお祝いのメッセージ来るのかっていう。恐ろしい。やっば知ってた送るもんな絶対。結果どうやった？結果どうやったの？一日半日経ってもとほんかま俺だから22回目の誕生日1時間ぐらい喋って終わった。既読はつくの？それ既読はついた？だから送ってないもんこいつ。何言ってんのお誕生日の人だからお誕生日の人が自分にお誕生日そっか送ってないもんな。いやじゃあでもこれは言い訳させて。誕生日の日当日13日会う仕事があったのよ。全員会うの。それはちゃうよ。そこでまたいだ瞬間に欲しいじゃあな。そこはねおめでとうは言ったんですかそう会った時は言ってるよ。会った時は言ってくれたもちろんもちろんそれは言うよ。会った時の会話も俺録音してるからな。お前さお前やばい。スタッフさんから頼まれたとかじゃなくカメラ回してたから。えぐいな回してた。お前怖っ。回してた。マジか。それが YouTube に載る。YouTube 乗るけど俺すっごいかわいそうなやつに見えてる。めっちゃ来て、いやこの人は来ましたよ、おい他何してんねんとかもなく、グループ感もなんもなく一人で50分ぐらい、うわボーイズビーの上垣から来ましたみたいな後輩とかほんまね、メンバー以外の人みんな来てた。他のメンバーの時別にメールせえへんやん。するわけないやん。一緒やんかお前も。ちゃうやん。お前も一緒やんそれは。しようや。見にくいわ。今やりとりしてて感じました何は平和いや確かにな。確かにね YouTube 見ててもさこんな小競り合い一切なくないそれない今プロレスって言ってんねんけどさ俺らはイラつくことってないんですか？ YouTube 撮ってたらめっちゃあるじゃないですか。喧嘩多いやん YouTube してたら。揉めるくない？どういうチャンネル？何で揉める常に揉めてんねん。どうやったら喧嘩できるかみたいなんで撮ってるやんこれだって。それはそっちでしょそれでしょ喧嘩チャンネルね。一回それこそ大悟んちでさなにわチューブ見た後に A チューブ見たのおいよよなんやこのほのぼのとした癒される YouTuber と思ってでその後俺ら神戸でいやいや言い合って絵文字のやつめっちゃおもろかったずっと喧嘩してたな。ずっと喧嘩してる全然見え方違うやん確かに平和やな。憧れるなあの感じは。そう恭平君のあるある。俺の家に来てたがち。来てたがち。7年前恭平君めっちゃ俺の家来てましたよ。来てたっすね。なんで？7年前。来てたっすね。ほんま入所して半年ぐらい。ご実家やねなんか急に全くなくなってその絡みが。あれは何やったんですか？何やったんですかあれは。確かにな。だってさ家行くってよっぽどやん。よっぽどやろ。別に近所なわけでもないよ。遠いまあまあ遠いけど10回以上は全然。あじゃあ相当やなでも。家族とも仲良くなれそうな。喋ってたし犬と俺より仲良かった。ある日を境にめちゃコンクだったあお兄ちゃんや。何？めっちゃ言いたくないけど。それや理由それや。めっちゃ来てたよ恭平君。ほんまの日だけ実家に帰ってきてて。ただいまーって言って玄関開けたらその玄関の先はね階段なんですけど2階に繋がってるんですけどその2階の先でお兄ちゃんがそれや初めましてやのに恭平お帰りって言った日から来てないんですよ。それやじゃあ衝撃すぎた。兄貴や。あれやトラウマやトラウマだ。僕いいですか？ながちゃんが一番プライベート遊びます。そうやなながちゃんプライベート生きりがち。俺らそれ知らんねん。そういけってなんの？聞きたいっていいですか？はいぐらいの時になんかスケボーで遊ぼうとなってで俺の地元で遊ぶと思ってでながちゃんと集合してお互いスケボー持ってで遊んでて結構歩いたんですよそのスケボーの公園まで駅からそしたらながちゃんが家帰りたくなってただながちゃんの家がちょっと電車やったら不便やこいつが急に「小じけの友達呼ぼうや」みたいな車で送ってもらおうやみたいな俺ん家まで言い出してで
みたいな「お前それマジでやってる?」「マジマジもう友達呼んで俺もうしんどいから車で帰りたいから」そんなこと言ってないよ。聞こう聞こうこっちの。電話して友達来て、で来た友達が車で来てくれて、でそのまま車乗って長ちゃんの家の方面まで。だから先輩の友達を足と説明そういうことやな。すごっ。でも松田さん小島の言い分やろ。そうやな。うちのなにわ男子の最年少。いやそらそう。言い分聞かない。なんかスケボーができる公園がある。もうでもそこから電車やと1時間半ぐらいかかるの。でその時に小池健が友達の話してて、でその人もスケボーとかなんかできるんですか、一緒にいるんですかみたいになって、あじゃあおるねみたいな。でなんか車持ってんで。じゃあその人に連れて行ってもらいましょうよみたいな。でその公園行ってから俺の家に送ってもらったんです。だから送らされたで花火とかもやって俺の友達と長ちゃんでなんかバスケとかもしたんですよその場で。でバスケとかはもうこいつボールも離さへんんですよ。パスしてくれないんですよ。それは話変わってるやん。プレースタイル一人っ子すぎて関係パスできへんねん。花火も全然掃除せえへん。ちゃんとバツしてへんの。バケツに入れた。お前ら休日はアクティブすぎやろ。スケボー、バスケ、花火って。すげえな。それ1日です。めっちゃどういう感じなんかファングッズとか見ててもなんか女子の心をうまくこうまっすぐ突きにいってる感じ。俺今ほぼ大西ちゃんに向けて喋ってた。そらそうや。でも結構待って俺の方向いてたよな。そうや。すげえな。この感覚はないやん俺らに。分からへんもん流行ると。そうこれがすごい。マジで分からへんよ。それほんま調べたりしてるからね。いやでも嬉しい。これはちゃんとチェックしてくれてるっていうのがね。もう真っ先にこれが出てきたわ。はい、最年少の最年少感。僕とミッチーですね。なんかフレッシュさんと可愛げがあるじゃないですか。ないあるよあるよ。ないよ。なんか最年少って知らん人が見て思わんでしょ。確かに。なんかキャッチーな最年少が羨ましい。キャッチーじゃないってことない。反応速度が最年少。そうやな。最年少ちょっとみたいなちょっとそう音ボケ感というかね。ポテンシャル可愛いとかあるでしょ。そういうの。こんなパンも当ててんすよこれ最年少が。おかしいでしょ。なんで俺の悪口言うたら何この時間。どんな展開でも喧嘩にも落ち込めんねんな。褒めれる。じゃあいやもうこれもシンプルにステージ上の輝きと言いますか。はいすごいと思います。いやでもライブとかさ見に行かしてもらったりするやん。いやもうキラキラやん。いや俺らのライブではまずない感じやからさ。いや大倉君からほんまにやめとこうって言われたもん。俺それ知らんわ。言われたマジで言われた。今初めて言う。あそうなんや。キラキラはせんでいいよ。オープニングではね一発目でそうそう一キラキラ発目やめようってなったもんね。ほんまに A グループに足りてないと思うとこ言っていい。足りてない。構成ありそうでしょ。 A グループありそうでしょ。表出たらようしゃべるし5人とも裏でそういうスタッフさんに連絡取ったりとかスタッフさんになんかライブ見に来てくださいよみたいなそういうなんていう可愛げのある会話できる人が一人もいない。俺ら結構人見知りなんですよ全員ね。内弁慶の集まりやから。俺もジョー君が一強なだけで。我々はもう結構内弁慶多いよ。だからそのジョー君を筆頭にこう誰にでも一緒の感じでいけるハッスンがおるみたいな。同じ感じのテンションで。だって朝おはようございますって抱きついてくるって言ってたもん。なんかそういうのとかさやってみたら次。リチャードありがとうございます。馴染むな。リチャーちゃん確かにそういうもんかってなる。そういう習慣なんかってなるこういうなるか。リチャの朝なんかどんだけテンション低い。めちゃくちゃテンション低いでリチャ。どんな感じだ。もう喋らへんから一言も。マジで。挨拶だけ。なんか自分のテンション上げるためにハグすんだよ。俺も。ああなるほど。自分のテンション上げるためにハグとか家タッチしたりとかおはようございますみたいな感じで。いや自分の声で起こすっていう。すごいね。はいつなが来た。大橋君のギャグ
いやもう土とか土ってめっちゃ元気にやってるのめっちゃいいな。自己紹介がそういうなんか自己紹介ギャグをリチャ君にあげてほしい。リチャ持ってるよ。いやなんかなんかリチャができるさ体で表現するなんかいける教えれるやつある？オッケーオッケー。あじゃあちょっといいっすか。さすがやさすがリーダー。やったことないやつね。体を使ってあるマークを表現したいと思います。俺らも初めて聞いたことない。非常出口。めっちゃうまいじゃん。これはいい。可愛げがある。すいません。非常出口って言うやんな。ちょっと言うはずですけど、まあリチャ君なりにアレンジを加える。加えると思う。その次にな。はい、体を使ってあるマークを表現したいと思います。いきます。エグゼット。大げさに言うけど M1 いける。大げさに言うけど M1 舐めすぎっすよ。言わんほうがいいわ。言わんほうがいい。いいよ2人。俺もうグループできた瞬間に思ったこと。なにわ男子っていう名前。A グループって最初ちょっとんってなるよね。イントネーションも聞かれるしね。どういうイントネーションなんて。今ってデビューされてる人って全員横文字なんよ今。なにわ男子確かに。そうかそうか。だからなんかこう普通にキング&プリンスとかスノーマンとかやったらさなんかおしゃれな字体がいっぱいできるわけ、グッズとかでも。なにわ男子ほぼだからゴシック体ぐらいしかないよね。ゴシック体しか使えない。変わらへんから。その悩みがあるの。 A のびっくりマークとかなんか何にでもやろうと。可愛らしくできる。まあでも今となってはじゃあリーちゃん行きます。俺がこれライブ見て思ったんですけど、サポートダンサーがすごい。前回のライブね。そう。そっか。リチャ出てたよな。言ってたよ。見に行った時に。普通にこうバーってダンサーさん出てきて、待って俺おるねんけど。俺俺ら一回それで盛り上がった。めっちゃ見返したもん。ほんまに機会があればね。すごいじゃん。ついてほしいし。ぜひぜひ。デビューしたしつくの。全然なんかね。だからその一回さバレるかどうか、そのサポートダンサーの方たちまずだってリチャがバレるかどうか1曲だけとかさ。リハーサルだけとかでもいいっす。あ、最悪ね。最悪。リハーサルだけ？誰にバレるかどうか。スタッフにも大事な入れるかどうかみたいな。その様子を密着で流してリチャがいるのかどうかみたいな。確かに。もう敬語ないっしょ。ほぼないかな。ほぼな。ちゃんと敬語やねんな。そっか。割と。ツッコミとか以外は。そうそうそう。2人がこれやからさ。今の感じでわかるやん。こんな感じやから普段から。別に敬語が居心地悪くなくて。まあね。そう別に俺らも絶対敬語使えなんかもちろん言ってないし、どっちでもいいねんけど、その別に無理してタメ口にはせんくていいかなみたいな感じやからどっちでもいいねん別に。基本的にだからその上2人に対して敬語使ってるって感じ。でも俺らもだんだんやったよ。あったんすか？タメ口でいいよっていう年上組が言うとき。言ってないよな。俺らお兄ちゃん組も優しいからさ。俺らも優しいよ。手出さんもん。それ知ってたんですね。知ってたんだよ。デビューしたてで見た人どう思うねん。どんなグループや思うやろ。発表してった方がいいんじゃない？ゾウさん聞きましょう。ゾウさん言ってない。お前。俺言ってないんか。そう。考えてる間もしとったらあるかな。固定電話。とにかく聞いた方がね。なったら気づく。出えへんはちゃうねん。あ、もしもし。もしもし、なにわ男子の藤原丈一郎です。こんばんは。今、なにわ男子の羨ましいあるあるみたいなの聞いてるんですけど、あったりします。聞くな。そんなこと。今そんなこと聞くな。ごめんなさいね。多分大物ゲスト、いや絶対ちゃうやんとかじゃなくて、今大物ゲストだと思ってるので、一旦自己紹介をしてもらっていいですか？僕が誰ですかって言ったら自己紹介してもらっていいですか？返事は？誰に返事は？お前大先輩？大先輩？この中で一番年上やで。一番年上。あなたは誰ですか？もっとマジしゃべんなかった。
お母さん5月になるとね母の日ですから、せいやくんからお母様に母の日愛の言葉もうええっていいですか？ほんまにええって素直にもしもしお母さんあるある言っとく？お母さんのあるある。お母さんあるある。お母さんあるある。お母さんあるある。星座家星座家のあるある。いやそれで言うあるんや。あるっていうかまあその星座家あるあるですね。間違えちゃう。お母さんあるあるですか？かわいいな。じゃもうええもうええ。お母さんかわいい。もうええ。今何してたんですか？聞きました。きれいやん。誰が興味あるの？いやほんま誰が興味あんねんほんまに。はい、ありがとうございました。はい、頑張ります。はい、失礼します。はい、失礼します。長い。ふざけんなお前。ふざけんな。人の親勝手に出しといて長いちゃうねんお前。失礼やわお前。もうほんまに出んといてほしい。本当に出んといて。なんかまさかの終わり方になりましたけど、最後だって俺らのあるあるじゃなかったよ。末澤家あるある。いやちょっと本当改めてまたこれを機会にちょっとまたぜひ企画の交換とかもね提案していただきました。同じ曜日やしね。ちょっとなんか外ロケしたいわ。外ロケしたい。ゲームやってほしい企画あんねん。何？家族大喜利っていうのやって俺らでやったお題があってアンケートもらってそれを家族に投げるんですよ。俺らミント。そう家族が答えた大喜利を俺らが発表するってこと。で発表するだけこちら側は。うちのおかんの回答はこちらですってあそういうこと。やりたい。めっちゃおもろかった。毎日やばそうやな。いやだからそうやわ。家族だいや確かにそれめっちゃおもろそうや。リチャママも強い。リッチャママも強いな。リチャパパは読めるかな？全部言えと思う。それおもろそうやわ。それやろう。いいっすね。いやちょっと今後またどっかで形にしていきたいと思いますので、どうぞ末永く YouTube の方よろしくお願いします。ということで以上 A グループとなにわ男子でした。ありがとうございました。何もありがとう。お邪魔しました。星座ママありがとう。ありがとう。二度と出といてマジで。はい、続いては A グループの皆さんです。ああそっち？そういうタイプ。 A グループはどんなグループなの？イエーイ !A グループです。ええやー。ええや。最悪や。バカやん。まずは家行ったらご飯とか作ってくださいね。はい。チャーハン作ってって言ったら何作るんでしたっけ？ピラフ。正解。一緒に会話してるわ。一緒に会話してるわ。すごいよな。ごめんなさい。可能性やね。はい。